安くするよ。1万円だと安くする。青葉にもいたの。こっちまで多分行ってたとこだよね。だから東京に行って横浜に行って。すいません。作るけどね、草になる。基本上高上运费どのくらいのものをかしめるんですか？ビジュちょっとつまんないな。痛いんだけど普通の鍵。じゃあ花食いのがいいんだけどね。花食いっていう。万事皆有可能。280对28年给的28年，看2码，第一张、第2张一般都有。それが一番まあ人気ある。共同だと室内でやる場合はちょっと無理が雰囲気的にね。ほらそうです。色的にはグリーンだし、洋風な雰囲気です。こんな感じです。カチャッとやるだけだけど、カチャッと使ってブランと線をこの中に入れて、ほんで、
で、ここにこれ入れてね、マイナスのイメージ。ほら、巻いてね。はい、500円です。はい、じゃあよろしいですか。はい、ありがとう。ですから4500円。こんな裏じゃダメ。もっといいのが裏が届きます。この辺はもっとしますか？こういう本の。まあ本はね。
こんにちは。改めましてみちおです。それでは今回の骨董市で買ったものを紹介します。まずはじめにこちら、トレイですね。色はこのように緑系ですね。そして縁が鮮やかな感じの入った、深い青ですね。こちらの2つは一緒のお店で買いました。色合いも似ていますね。そしてこちらです。青みがかった淡い緑、何色というのがちょっと言葉が浮かばないのですが、いい色だと思いませんか？こういったホーローのトレイはとても使い道が自由というか、物の整理、書類の整理だとか小物入れ、またはそうですね、道具入れ、キッチンとかのいろいろなものを入れる整理に役立つものですね。裏はこのような感じです。特に、メーカーの名前などはありませんね。さっきのホーローのトレイのお店でこれをおまけにもらいました。日本加工糸会社縫い糸60番っていうことですかね。こちら側は右からカタカナ読んでいるんですが、裏側を左からという面白い理由が何か隠れているんでしょうけれども、このような木の糸巻きをもらいました。いつもイギリスで木の糸巻きを見つけるとついつい買ってしまうんですけれども、今回は日本の似たような木の糸巻きがもらえてとても嬉しかったです。次に紹介するのはこちらです。上から見るとこのようになっていますね。裏側はこのような感じです。このように継ぎ目があったり、それを、修繕したこのような縫い目がとても面白いですよね。先ほどの、骨董市の中でちらっと名前が出ていましたが、酒袋、酒の袋と書いて酒袋、ガスを絞った袋だと思います。ここは穴が開いてしまっています。このように側面を平らにして見てみると、こうやって縫っていったのが分かりますね。だからここがもう裂け始めていたのか裂けていたのか、この部分を補強するためにくっつけた布をさらにこのようにジグザグに縫って補強したんですね。そしてここもやはりこうやってやってありますね。それでもやはりここを破けてしまっているという、面白い。最近ボロだとか刺し子だとか感覚を元にフリーハンドである刺し子だとか、この縫う作業のもの、作品なんかをよくインスタグラムで最近見ているんですけれども、このようにきっと何気なく縫ったんだろうなと思うんですが、それがとても面白く見えました。はい、それから同じお店でこちらのものも買いました。やはり布ですね。細かい模様がついた藍染めの布だと思われます。木綿ですね。そして何よりこれを買ったポイントはやはり同じで、このように修繕の跡があったんですね。よく見るとこれは柄をできるだけ合わせようとしているのかな。
でもだんだんこっちではちょっとずれてきてしまってますが、こっちの方が合ってますね。こっちの下の方にもあります。それからこちらの方にもずっとこのように継ぎはぎをされていますね。傷とか色合い、風合い、この手触りの柔らかさとか、そういう魅力を感じます。次はこちらです。そのお店で買った時にこの古い、紙に包んでくれて、この紙もとても素敵だったので、そのままここから開けてお見せします。あ、出てきましたね。こちらとこちら、長野の木曽の櫛を作る職人さんのところから買い付けたということです。月のような形と、あとこの長い棒の部分とちょっとしたちっちゃい、櫛がついた櫛、はい、このような櫛を買いました。次はこちらです。櫛を買ったのと同じお店で買いました。新年にふさわしいおめでたい鶴です。このように裏の差し込み部分の棒のようなものは取れてしまっているんですけれども、これがかえってこのように直に平らなところに置いたりだとか、壁に飾ったりとかしやすくなって、私にはちょうどいいなと思いました。羽の一枚一枚まで、さらにその細かい線までよく表現されていると思います。あと全体のポーズというか、この首を後ろに向けて足が出てて、羽はまた上向いたり横向いたり、とても複雑なポーズが面白いなと思いました。次はこちらです。鶴ときたら次は生地。これは生地の絵の古い缶、ブレキの缶ですね。一見イギリスで時々見かけてかっこいいなと思うような古い缶のようにも見えますけれども、これでも日本の缶で、よく見るとスティールニードルズと書いてあります。あと下のこちらにグラムフォンって書いてあるので、蓄音機の針が入っていたんですね。では開けて見てみましょう。小さくて硬い。中に何か書いてありますね。誰にでも言う、生地印を使ったら他の針は使えぬと。しかり生地印畜心は、なんて書いてあるんだ。単製スチール線を用い、現代の最高技術をもって、製造される。専門家より日本一の優良畜心なり、びっくりマークと推奨せられましたと書いてありますね。多分小さくて外見はイギリスのものかアメリカのものかと思いきや、中はいい感じの日本語で推薦文が書かれています。周りにあるのは吹き出しのあれですよね。こういうふうに言ってるってことですけど、この上の方の微妙に雲か波か、このようなデザインとかも面白いですよね。というわけで、こちらは小さいけれどなかなか凝った味わい深い缶でした。はい、それでは最後は同じ缶のお店で買ったこちら、小さい金属のパーツ。店主さんは財布についていた金具と言っていたと思います。これよく見るとしいたけとナスですね。こっち向きかな、わからない。とにかくこの
椎茸とナスのこの一生がとても可愛いと思いましたね。裏はこういう風になっていて結構薄いんですよね。結構シャープです。これは、髪飾りか小さいブローチにして、使っていきたいなと思っています。さて2023年今年も1年皆さんお越しいただいてご覧いただいていいねボタンをたくさん押していただいて、それからコメントも残していただいてありがとうございました。おかげでこうやって今年1年もマイペースにですが続けてくることができました。今年はそうですね、2回も日本に来る機会があったので、こうやって日本の骨董市も見ることでまた自分の、好みというか自分が惹かれているものを、絞っていく、ふるいにかけていくような、そんな感じがしましたね。ですので好きなものとかはいっぱいあったんですが、その中からどういうものが今自分が好きなのか、そういうものをもう一回、見つめ直すような年になったと思います。やはり心が落ち着くようなもの、そしてなんかちょっとおかしいような面白いようなもの、あと相変わらずこのような小さいものだとか動物関係のもの、やはりそのようなものが好きなんだなと、今は思っています。2024年もマイペースにですがコツコツ続けていきます。まだ日本にもうちょっといて、それからイギリスに帰る予定になっていますので、引き続き、日本の骨董市やイギリスのアンティークマーケットなどの様子をお伝えしていけたらなと思っています。それではまたお会いしましょう。良いお年を。さようなら。